おはようございます皆さん。今日もね6時からはアスカークライブがやっていますよ。今日ねプレイステーション5のねなんか発表があってね今配信されているということで、もうこれもプレイステーション5でもあそこどころじゃないですよね皆さんね。あそこくらいはね、ぜひプレイステーション5をね見た後にでもアーカイブをチェックしていただければと思います。それでは皆さん、今日もプレイステーション5のやつでみんな起きてると思いますが、起きてくださいね。それではね、今日もねいろんな情報がね入ってきてるということですから、ちょっと見てみましょうか。今日もね頭の上でガタガタと騒いでいらっしゃるのは本日の視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。2窓してますか？ 2 窓ありがとうございます。おはようございます。ガタガタ言ってますね。これガタガタ言っちゃってますね。病気だから仕方がないね。今日もねいろいろとねちょっと仕入れてきたんで見ていきましょうか。まずねなんか速報が入ってますよ。なんとですね、とんでもないちょっと血で血を洗うようなとんでもない映像がこのライブの生配信で流れてしまったらしいですね。これ見ちゃいけない映像が流れてしまったらしいですよ。ちょっとこれ見てみましょうか。一体どういうことなのでしょうか。先日行われましたこちらの速報、スイちゃん入居。これのね私とカナタンが同居することがね一緒にね住もうやってことになりまして、一緒に住むための物件を探していたところ、たまたまねこれスイちゃん先輩もいけんねということでね、スイちゃんパイセンが同居にね加わることになったのですが、なんとねこれでね同居することになったので、また改めてねルールを決めましょうと、同居のルールを決めましょうということになったのですが、この際にですねなんと配信中ねルール決めでね喧嘩が起きてしまったらしいんですね。こちらちょっとやばい映像らしいんで皆さん見てみましょうか。これやばいですよ。これいいんですかね、流しちゃって。なのでねそういうのあったらここ喧嘩してね喧嘩して喧嘩するから喧嘩だやめて二人ともちょっとやめて愛たるのに喧嘩だっていうねことがね来ないように。これやばいよ。これ殴り合いですよ。殴り合いの喧嘩起きてますね。これダメですよ。こんなの流したら怒られちゃいますよ。やばいこれ消した方がいいですかね。ちょっとやばいっすよ。これね女の子のアイドル同士がね殴り合いしちゃってましたね。これやばいですよ。もう傷だらけですよ。これに対し皆さんの意見はメスでこの喧嘩ベッチファイトとか言ってんじゃないよバカ野郎。取っ組み合いイチャイチャでさ実は3人同時に動くのはすごい技術。今3人同時に動けるんでこれキャットファイトが起きてしまったようですね。これちょっとね消される前に皆さんね該当の配信を見に行った方がいいのではないでしょうか。それでは次のニュースです。なんとクソザコ速報です。なんとですね先日行われましたこちらのアキロゼパイセンのベロンベロンかもしれない乾杯雑談。これですねアキロゼパイセンが深夜に突然始めました雑談配信なのですが、なんと生配信中にガチ寝落ち。あまりにも酔っ払いすぎてガチで寝落ちてしまったようなんですね。これはちょっとクソ雑魚ですね。実は寝落ちといえば6月の10日に配信されました夏色祭りパイセン。この祭りパイセンのね麻雀配信の中で
まあね、こう祭りパスちょっと眠かったんでしょうね、麻雀ずっとやってて。1、2分の寝落ちをなんと配信の中で何度も繰り返してしまったんですね。もうもはや最後の方ね、もう寝落ちすぎて何言ってんのか分かんない。もうそのようなことがね起きてしまったのですが、ここでアキロゼパイセンの先日の配信での寝落ちを見てみましょうか。おいおいおいこおいこれまずいでしょこれ。これ目やばいっしょ。これ本気のやつじゃないですか。これはちょっとこれまあガチでなんと言いますか、ガチでね寝ちゃっていますね。これね実はねこれだけじゃないんですね。寝落ちって言いますとね、もうふって寝てしまってね、はって目覚めるみたいな授業中皆さんねよくやりましたでしょ。ふってねそういうのはよくあったと思うんですけど、こちらに関してなんとアキロゼ氏10分弱の寝落ち、これちょっと長かったですよ。かなりもうずいぶん寝ちゃってましたね。しかも最終的にはあまりにも寝てしまっていたため放送をね運営にブチ切られるというねようなことが起きていたようですね。こちらのアーカイブなんですが現在ですね非公開になっているため今確認できないんですね。さすがにね寝ている最中でなんか変な声が入ってるんですか、変なこと言ってんじゃないかとかそういうのをね確認しなければ公開できないということでね現在ねこれガチ運営ストップが入ってしまってねアキロゼパイセン最後の方はもう寝ている状態で最後一瞬だけビクって動いたんですけど、そのままブチッと配信がね切れてしまいましたね。これはクソザコですね。これに対してアキロゼパイセンはこれその直後のツイートなんですよ。その直後のツイートでは全くまだ気づいておらず、しばらく一人で喋ってたら配信切れてた。アキロゼパイセンこれ切れてたんちゃうで、これ切れてたんじゃなくて切られたんやちょっとねちょっと皆さんがね心配してね床編みとわしなどがねちょっとこれやばいよって、これやばい寝てるよって運営にねちょっとね言ってくれたおかげでね運営も気づきまして、なんとかねブチ切りに成功はしたわけですが、この後にねさらに15分後にツイートしまして謎の母国語出ちゃったんですよね。ちょっとむにゃ喋っちゃってたんでねこちら渡部もしっかりね通報してくれてたんですよ。渡部も起きててくれましたからね。それでね確認後公開ということですから、皆さんね多分大丈夫。私聞いてたんですけど、この配信チェックしたんですけど、このね配信は私見られる間に全部チェックしたんですけど、別に変なこと言ってなかったんで多分大丈夫と思いますので、おそらく公開されると思いますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは次のニュースに行きましょうか。なんとですね、これまたクソザコ速報が入っていますね。こちらになります。なんと先日行われましたこちらの配信なんですけども、これね桜美子パイセンのチャンネルで行われましたここ会長に教わる英語教室、こちらの配信の中でですねなんとですね英語教室にもかかわらずなん
なんとみこし日本語を習ってしまったようですね。これはちょっとクソ雑魚すぎませんかね。ちょっとどういうことなのか、見てみましょうか。これ見たらわかるらしいですよ。一体どういうことなんですかね。What the fuck are you eating でしたらあとはいらなくなります。いいね。あ、いいね。何食っとんねんになりますね。これめちゃくちゃ凡庸性だっけ、万葉性だっけ、汎用性ですかね。汎用性があるね。はいそうですね。だから会長すごい日本語もうまいね。ありがとうございます。なんか日本語がとてもうまいのこともなんか証明されてきたね。ありがとうございます。じゃあ次行こうか。これはちょっとまずいんじゃないですかね。これは皆さんの意見はくさこれはクソザコ、サスエリ、これはエリート、母国語ないなった、これは凡庸性、これはまあ納得のエリートということですね。エリートなのは間違いないですからね。これに対し有識者はエリートなので凡人の凡の字など知っている必要はない。凡人の凡なんてね、エリートは知ってる必要ないんですよ。エリートですから、エリートですから、もう凡人の凡なんて知らないのは関係ないよ。そんなエリートの人生に関係ない言葉なんですから。凡と反は違いましたね。これはエリートクソザコということですね。ちょっとこれ書いててね、凡はエリートは覚える必要ないよって書いてたらね、その後汎用性って打ったら全然違う感じだったんですよね。同じだよこんなの。こんな横に何ですか、これ何でしたっけ、何でしたっけ、横にねさんずいとか書いてあっても関係ないですよ。もうボンはボンですよねえ皆さん。なんだよもう教えてんじゃないよ。私自分で調べてカンペで確認できるよ。頭の上でガタガタ教えてんじゃないよ漢字を。ふざけんじゃないよ。というわけでね、それでは次のニュースに行きましょうか。これ久々に入っちゃいましたね。クソダサ速報です。なんとですね、先日というか昨日ですね、昨日実は私キルココシとあまねかのたし昨日ですね、クソダサランチ企画を実行したんですよね。こちらですね、何かと言いますと、クソダサランチ企画というのはクソダサい服装をしてランチに行くという企画なんですよね。以前もやったことあるんですけども、私たち渾身のクソダサい服を着て2人で集まっておしゃれなランチを食べる。レストランもねよく入れてくれたなという感じなんですけども、このような企画をね定期的に私たちやっているんですけど、もうそろそろ2人で出かけても大丈夫なのではないかということでね、ちょっと2人でねご飯を、ちょっとご時世がねありますからね、というわけでね2人でご飯に行かせてもらいまして、この時のねことをねかなたんの昨日の雑談配信、こちらの PP 雑談でこのように語っておらっしゃったのですが、私がねどんな服装してきたかとか、こいつがねいつも書き散らかしてるんですが、こちらですね、このようにかなたんがね、こんな服を着てた、キルココはこんな服、かなたんはこんな服着てたなどといった表していた服なのですが、なんとこちらで紹介されました私服が視聴者の方により速攻で特定されてしまったということなんですね。これ特定されちゃってますね。これまさにこれですね。よくわかりました。すごいですね。カナダよくわかりましたね。ダイモンティー、
まあこれ龍が如くのダイヤモンド T シャツなんですけど、あともう一個これかなたんの許せるかなこのことだよね。最初かなたんこの T シャツの上にパーカー着てたんですよ、パーカーなので私両側の文字見えなくて真ん中にかなたって書いてあるかと思ったんですよ。こいつ自分の名前書いてある T シャツ着てきたべと、こいつ怖いもんだしやべと思ったんですけど、違いましたね。許せるかなこのことでした。最初真ん中だけ見たらかなたって書いてあるのに見えません？かなたんが着てるわけですから、もうクソビビりましたよ私。うわーかなたって書いてんじゃねえよと思ったんですけど、大丈夫、もうバレちゃうよって思ってね。さすがにこんなダサい格好して歩いてあれあまねかなたんじゃねえと思われたくないですからね。一緒に歩いてると思われたくないというわけでね、ちょっと速攻で、特定されちゃったのですが、これに対し、まあね、おしゃれマイスターの桐生水越はパーカーとトートバッグに値札、ダサい以前の問題ではそうなんですよ。これあまねかなた氏のT シャツの上に羽織りましたパーカー値札ついてたんですよ。まだトートバッグにもまだ値札ついてたんですよ。これ私わざとだと思ったんですよ。これわざとつけてんのってたまに言いません？わざと何かの宗教上の理由でタグを取れない方だと思ったんですけど、これなんかついたのって言ったらわからん、ついてたって言って、おいこれふざけんじゃないよ、このダサい以前の問題では本当に一緒に歩きたくないよ。なんかこのクソダサどころじゃないよ。というわけでね、かなたんね、自分の PP 雑談配信の中で私はダサくないなどと何度も言っていましたようですが、こちらね、有識ユーザーによるアンケート、こちらね実施されていまして、明らかにね、明らかなので、こちら皆さんね、まだ数時間ね、まだ何時間か行われているらしいので、皆さんこちらのねタグで検索をしていただきまして、ぜひチェックしてみてくださいね。これちょっとどっちがダサいかっていうのもかなたんのね配信見ればわかるんですけど、私ブランドものですからね。上は龍が如くブランド、つまりセガですね。下はアディダス、その下のね5本指 B さんはアメリカの TJ マックスで買ったやつなんですけど、もうなんだよ5ドルだよなんだよということですね。どっちかっていうとね、やっぱどう考えてもブランド物で決めてた私の方がダサくないということは答えが出ているのではないでしょうか。多分ね、実はね、私かなたんのことダサい言ってますけど、先日の配信でねちょっと見直したところがあるんですよ。実はですね、かなたん一番最初にねPP パワーポイントを使った時はこんな感じでね、もうようこそこうね、両側黒い星で囲んじゃって、ようこそあんまねかなたの初配信やなんてね、こんなクソだせフォントとか使ってね、もうこんなあまりにもひどい感じでしたけど、実はね最近のね、なんとようこそ、昨日のやつなんかね、ようこそっていうのをね英語にしてたんですよ。ようこそ、これやるやんけ、背景とかつけちゃってね、やるやんけって思ったんですけど、結局ねその後に出てきたね、このようこそは良くないですか？ようこそ、このようこそはちょっとかっこよかったんですけど、その後に出てきましたこちらの PP 雑談、クソダサ副選手権バージョンのやつ、もうねこの下のクソダッサいフォントと、あとあまりにもこの影の付け方がもう読みにくいんだよ、これ読めないんだよお前、もう視覚の暴力だよこんなの。このせいでね、結局ねこっち出せわっていうことになってしまったということですね。これに対し有識者は、次は水星子も一緒に、ちょっと次は水星子もね一緒にクソダサに参加していただけるんですかね。これまた喧嘩になっちゃいそうですからね、嫌ですけどね。それではですね、皆さんにちょっと大事なお知らせがございます。なんと朗報です。こちらですね、ついに待ちに待ったこの日がやってきました。
3月の29日に予定されていまして、まあね、いろんな事情がありまして、延期になってしまっていたこちらの 3D フレア先輩、知らないフレア先輩の 3D 配信がやっとですよ。もうやっと待ちましたよね、皆さん。6月になっちゃいましたよ。この日ですね、13日土曜日20時に公開されることになりましたので、皆さんこちらをね、見逃せないですね。まあね、土曜日はね、こんな感じでちょっとハイライトの配信があるんですけども、こちらもう一つね、ちょっと今日のね、21時におかゆパイセンの新衣装の発表もあるんですよ。これね、こちらに関してもちょっと注目ですよね。新衣装ですからね。いいな、私も新衣装が欲しい。もう私ね、新衣装に関してはね、どんなのがいいですかとかまだ聞かれてないんですけど、聞かれてもないのにね、ちょっと前にね、希望を出したんですよ。アディダスのジャージにしてくれ。希望を出したんですけど、その後ね、ちょっと後悔したんですよ。その後ちょっといろいろ後悔したんですけど、まあちょっとね、私の新衣装もいつか来るのかなってドキドキしながら待ってます。あとこちらちょっと今日のお知らせもう一つあるんですけども、本日ですね、私もちょっとコラボがありまして、こちらですね、犬山玉木こと、こちらインターネットお物誌ですね、こちらとね、23日初めてのコラボをしますので、よかったら見に来てくださいね。今日ちょっとね、英語教室を挟む時間がなかった。挟んでたんですけど、ちょっと時間的に今スキップしましたね。大変失礼いたしました。皆さんの脳に直接後ほどね、英語教室をお送りしたいと思います。本日の天気は日光を良くしました。お前の日記帳じゃねえんだ、ということでね、昨日忘れちゃったんですけどね、これ今日の天気はね、でも天気書いてありますからね、これはある意味では天気なのではないでしょうか。本日のアークのパスワード、そして本日が私が公開しているアーク西成サーバーの最後の日になりますので、皆さんスクショなどを撮っておいてください。本日のですね、どれくらいかな、夕方ぐらいにですかね、夕方夜ぐらいですかね、お仕事行ってる方のために、明日の朝ですか、明日の朝にはアークのサーバー新マップに変えさせていただきますので、皆さんね、西成民は動物などアップロードして準備をしていただくようにお願いいたします。本日のパスワードは何にしましょうかな。まだ考えてないんですよね。クリスタルにしましょうか。それでは今日も見てくれまして本当にありがとうございました。プレイステーション5まだ続いてんのかな。プレイステーション5見ていた人はぜひアーカイブもチェックしてくださいね。それではおはようございました。SHIT